さんこんにちは。今日はぼかし作りをします。で、まず最初に私は、無限にぼかしからぼかしは作れると思ってた、無限ぼかしを作れると思ってたんですけれども、ちょっとどうも間違いだったようですので訂正します。で以前の動画で、私はこの EM の、EM1 号からですね、 EM1 からこういう活性液を作って、次から次に作ってですね、どんどん培養して、それを使い続けてるってお話をしました。そして、こういうふうにできたぼかしも、一応混ぜて、またぼかしの中で増やすという形にしてたんですけれども、どうも EM の会社の方の、ニュースというかサイトを見たらですね、農業用でも2回までぐらいの培養にとどめてほしいみたいな記述を見つけました。で、それで、イメージ的には多分カスピ海ヨーグルトとかと似てると思うんですけれども、カスピ海ヨーグルトの種菌って結構強いので、何度も何度もこう作り足していくことができますよね。でも1年とか2年とか経ったらなんかちょっと変な匂いがしてきたり変質してしまうことがありますよね。でなのでこの EM も同じようなものなんじゃないかなと思ってます。でそれが何回まで、作り続けることができるかとかいうのはですね、その作った時の状況とか気候とかですね、によってかなり差が出てくると思うんですね。それで販売をしている会社の方とかではですね、2回ぐらいの作り出しというか、それでとどめてほしいということで、製品としての安定のためにですね、そういうふうな記述があるんだと思います。でもですね、もう今日は私はまたいつもの作り方でまた作っていこうとは思うんですけれども、皆さんはどうかできる範囲で、やってみてください。はい、で、この私が EM 菌を使うようになったのはもう25年くらい前の話なんですけれども、そもそも私が生まれた頃くらいもですね、私が小さかった頃ですねから私が20歳ぐらいになるまでの間ですね、我が家では父と母は酪農をしてました。それで、牛乳を絞るですね牛を育ててました。で、牛を育てて、牛の糞を畑に入れて堆肥にして堆肥化して畑に使って、でそこから採れた野菜をですね、芋づるとかトウキビの殻とかですね、トウキビの葉っぱの部分とかをですね、牛に食べさせて、飼料の中に混ぜてですね食べさせるという循環型の農業をしてました。で父はですね、その牛の堆肥とかを畑に持って行って積んでおくとすごく熱くなるんですね。でその中で敷き藁にしていた藁の中にある枯草菌とかが働いて、そして次は乳酸菌が登場して、そしてその熱い熱でですね、熱と酸で土の中の良くないバクテリア類をやっつけてくれるというふうに言ってました。そして、最後に放線菌というのが出てきて、で病気と戦ってくれるんだよという話をしてました。で、それってカビなんじゃないっていうふうに私が言うと、いや緑色のカビからペニシリンだって、作るんだから、カビはカビで全部悪いとは限らないんだっていう話を昔してくれたのを覚えています。でその後私がですね、自分で家庭菜園をするようになって、でやっぱ土が大事だなっていうことに気がついたんですけれども、その土作りにですね、まさか牛1頭2頭飼うわけにはいかない。でその時にどうしたら父のような畑の土を作れるだろうかって思いました。時々実家の土をちょこっとだけもらってきて自分の畑に混ぜたりはしたんですけど、で、ちょうどその頃ですね、この EM 菌と出会いまして、で EM 菌を畑に入れることで、酵母菌や乳酸菌、それから、放線菌などですねを有効に、使うことができる。
それらが直接畑の中で働くというわけではなく、畑の中にある他の微生物たちと力を合わせていい環境にしてくれるということですね。で、そこから、米ぬかのぼかしを作るようになりました。それで今年ですね、夏にものすごく暑い時期にぼかしを作りまして、でそこで赤い、カビの塊みたいなのができたんですけれども、どの辺かに移りますかね。おそらく光合成細菌だろうと。それからこの、ボトルのですね、空いたボトルにお水を汲んで畑に置いてたら中に赤い汁ができたんですね。これがやっぱり光合成細菌と言われるものなんじゃないかなというふうに、想像しました。でこれはもうただ単なる想像の域ではっきりと、確かめることは、できないので、そういう菌が畑の中で頑張って働いてくれてるんだなと思うだけでもちょっと楽しい感じですね。米ぬかを15キロ農協で買って150円で買ってきてます。それから鶏粉ですね、15キロ入りですけども半分の7.5キロだけを使っています。約150円です。でかかった経費は実はそこまでの、300円だけです。でこういう、活性液は私がもう作り続けてるものなので一応0円ということで、それからこの以前作ったぼかしですね、これも0円ということで、混ぜて作っていきます。約、30キロ、あともみ殻が6キロちょっとありますので、約30キロの肥料をですね、300円ぐらいで手に入れることができる、作ることができるという感じです。はい、それでは、少しずつ作っていきたいと思います。はい、こちらが活性液なんですけれども、これ、10月19日に発酵を始めたものですね。でこれはこの、EM1 号と糖蜜ですね、これから作ったものです。でもうごく一番普通の作り方で、100cc、100cc で、あとは井戸水で作ってます。でその後ろにあるのは同じく、この原液から作ったものですけれども、米ぬかのとぎ汁にあとはお砂糖を入れてます。たまたまグラニュー糖があったのでグラニュー糖を入れてます。でそのお隣はEM の2と書いてこれ2番手ということで、こちらの最初に作ったものから増殖したものですね。ここの上の部分にあった分ぐらいを、作り足した時に入れてます。そして糖蜜を加えてます。はい。で、その次はですね、これですね、古い10年くらい前の EM の元のボトルが出てきたので、それから作ったものです。でこれはですね、これもすごくよく発酵していて、しっかり発酵をしています。でなんか話によると昔のは200ぐらい菌が入っていたと。で海外に輸出するにあたって菌を80ぐらいというか厳選して菌の数を減らしているということなので、もしかしたらタイプが違うのかなと思います。ただそれにしても10年くらいずっと放っておいたものがしっかり発酵しているのにはもうちょっと驚いています。で、今日はこれですね、この米ぬかで、発酵した米のとぎ汁で発酵したものを、使っていこうと思っています。はい、こちらが、以前に作ったぼかしですね。これは10月の15日に作ってますので、今から40日ちょっと、前ですけれども、作ったものです。で鶏粉が入ってるんですけど、鶏粉の匂いはもうほとんどなくて、すごくいいお酒のような匂いがしています。こうやって、白い塊ができてますね。いい感じでできてると思います。でこれをですね、すくって、向こうの米ぬかとかの方に、混ぜていきたいと思います。
液を下に少しだけ残します。そしてそこにまたお水とお砂糖を加えて次の発酵をします。本当はそんなことやっちゃダメだって、ね、書いてあるのにね、まあもうちょっと作れそうだからいきましょう。もうちょっとね、このくらいね、このくらい残してこれにまたお砂糖とお水またはお米のとぎ汁を入れて再発酵ですね、させます。はい、これも同じような、米ぬかの米のとぎ汁で作った分ですね。でこの活性液も足していきます。うわっ、ちょっとこれまだ発酵途中だったかな、すごいことになっちゃったね。でこれもこのくらいは残しておいて、また次の塩こりもなくまた次の分を作ります。よし。これはなんだっけ、もみ殻が結構入ってるので、なんか普段よりはこうがっちり固まるって感じないんですけど、ちゃんと水分は入ってるのが分かります。で、このくらいですね。掴んで離すと少しは固まるぐらいで、これちょっともみの量が多いので離れやすい感じにはなってますけど、水分はちゃんと入ってると思います。これあまりたくさんの量だと扱いづらいので、今回は少しずつビニール袋に入れることにします。嫌気性発酵なので、このまんまの状態で、空気と触れさせないような形で保存をします。でそれ保存しているうちに発酵してくれます。こんな感じで、ぼかし肥料を、作っていってます。であとはもう詰めるだけです。で今回はぼかしのこのなんですかね、液はこんな感じで、使いました。3.5 と 1.5 だったら5リットルぐらい、だいたい5リットルぐらいを、混ぜました。で、今ぼかしを作るのには一番いい時期です。で、この1週間ぐらいは20度ぐらいの日にちが続くと思いますので、20度ぐらいを1週間ぐらい置いて、あとはじっくりと眠ってもらってですね、で春の3月4月の途中ぐらいまででですね、しっかり発酵して出来上がってくれたら、そしたら、5月のゴールデンウィークの夏野菜の作付けにしっかり間に合うと思います。本日お伝えしたかったことは、私は活性液を作り続けたり、このぼかしからぼかしを作っていってますけれども、この EM の会社の方はそれはお勧めしていないということを、お伝えしたかったんですね。はい。で、この発酵促進剤はですね、この EM に限らずいろんなものがあります。畑の土や庭の土をこの中に混ぜ込んで、発酵をさせる方もいらっしゃいますし、または米ぬかと油かすと普通の井戸のお水みたいな感じですね、混ぜて、そしてそれをそのまま発酵させる方もいらっしゃいます。どんなやり方でもいいと思うんですけども、私にとっては今のところこの EM を使ったやり方が一番簡単で気楽にできます。で、この EM の米ぬかぼかしを使った
としこばあばの畑の野菜たち本当に美味しいんですね。とても健康的で病害虫に負けずに頑張って育ってくれてます。で畑の野菜たちをまた見に来てくださいね。それから、いいねボタン、チャンネル登録忘れないでください。ではまた次の動画でお会いしましょう。編集を担当しているそだちです。次回の動画も見てね。はい、皆さんこんにちは。今日は11月22日ですね。はい、明日雨が来そうな感じの天気で、今日はまだなぜか暖かいです。で、今日初のほうれん草の収穫出荷が始まりました。私たちの畑では、としこばばは今ここのところは里芋の畝の跡ですねを次々に、種をまいていっています。でちょっと種まきすぎたかなとかいうふうなことも言ってますので、皆さん見ていってください。はい。